すごい水が滴るぐらい、なんとここから水が漏れてました。すごいショックです。ご確認いただけます。400ポイントゲットのチャンスです。分数付きの10こうやってブラッシュアップしていくのめちゃくちゃ楽しいです。これで包丁やキッチンバサミなどすごく取りやすくなりました。前はこの上の棚にあったんですごい見えにくくて取りにくかったんですよね。しかし昨夜の強風での雪は怖かったです。すごく綺麗な雪景色ですが、今年の天気は異常な感じもします。今からさらへ北に向かいます。どうなるんでしょうか。雪はさらに増すのか、嵐は起きるのか、予想がつきません。危ない状態になったら進まず避難車中泊します。ホームセンターの隣がスーパーだったんで、お水も補充しておきました。今回ホームセンター寄ったのはこのちっちゃいコンベックス、こちらを買いたくて寄りました。というのもですね、こういったレベラー使って車体の水平を維持するときに運転席から後輪が全く見えないんですよね。なので移動する分をこんな感じでメジャーを置いて、ここで確認しながらレベラーにタイヤを乗せたいと思います。あとスコップなんですけど、持ってきていたアルミのスコップに比べて1回の容量が大きいんですよね。なんで楽に雪かきができると思います。で、先端はアルミなんで硬い雪にも強いと思います。しかもこれ柄が伸びるんですよね。なので力も入れやすいです。やっぱりこういったものはネットではなくて現地のホームセンターの方がいいものを売ってますね。途中いろいろ観光しながら道の駅来たら綺麗な夕日になってきました。道の駅周辺は高い山に囲まれています。雪山が赤く染まってきてすごい綺麗です。道の駅すぐ横は遊具施設もあって雪遊びできそうですね。水分を多く含んだ雪なんで、もうシャーベット状のように凍ってます。あそこ少し出っ張ってますんで、ソリとかするのにちょうど良さそうです。これマップなんですけど、昨日は湯沢にいました。で、今ここいるんですけど、こんな感じでスキー場が1、2、3、4、5、ちょっと離れて6、こんなにもスキー場が密集しています。山と山の間らへんなんですけど、平野部が多いんですごい開けていって景色のいい街です。では食材見てきます。
ただきます。ごちそうさまでした。この蜂蜜開けるときに蓋が入ってたんで外して、でこれちゃんと閉めるの忘れてました。青ですね。結構フライパンについちゃいました。このまま汚水タンクの中にあまり入れたくないんですよね。後でまた水なくなった時にろ過装置で汚水タンクをきれいにして再利用します。この程度の汚れならろ過装置もきれいにしてくれると思うんですけど、一応キッチンペーパーで拭いて食洗機に突っ込みます。かなり暗くなってきました。この辺すごいいいとこなんで、今日ここの道の駅で車中泊しようかなと思ったんですけど、もうちょっと北の方に進んだら魚沼市があります。一旦そこまで行って公園かどこか探して車中泊します。知らない場所の山道は結構怖いので、山の手前の公園探します。で、今日はもうこのトイレまた使えますんで、どこでも車中泊可能です。では進んでる間に食洗機くんにも頑張ってもらいます。ここの道の駅はかなり良さそうなんで、また今度遊びに行きたいと思います。はい、魚沼市にあるすごい広い公園の駐車場に来ました。何台ぐらい止められるんでしょうか。ざっと2、300台は行きそうですね。ここなんか24時間空いていて結構明るいんで安心して車中できそうな感じはします。ですぐそこはもう高速道路なんで結構明るいですね。でつい先から雨が降り出してきました。今んとこまだ雨なんですけど、これは夜になったら雪に変わりそうな雨です。明るめだし、なんか人もある程度歩いてますんで、熊があんまり出そうな感じはしない公園なんで比較的安全そうな気がします。ただですね、なんかここまで来たらもっと冒険したい気持ちが強くなってきました。最初はちょっと怖さもあったんですけど、もうちょっと北の方に行って山の方に行ってみます。実は去年ですね行った道の駅があるんですけど、そこはかなり雪深くて気温も低い感じです。ただ熊のもろ生息地です。危険も伴いますが、ここまで来たら行ってみたいです。そこの道の駅は本当にもう人がいなくて、冬は人を寄せ付けないような道の駅です。山の方に登っていくんですけど、そこの道の駅より先の方はもう冬季通行止めになるようなそんなとこです。さあここなんですけど、車1台いますね。ちょっとホッとします。この駐車場の木になんと熊出没注意って書いてます。そらここいるでしょうね。結構ね風が増してきて、で時折突風が来るんで、ここ結構風が強い道の駅なんですよね。なんでゆらっと揺れます。これ以上強くならなかったらいいんですけどね。そして最悪なことが起きました。この一番リアのスペースなんですけど、なんとここから水が漏れてました。すごいショックです。今ちょっとティッシュで拭いて応急処置で、ティッシュ詰めてるんですけど、もうこんな感じでびちょびちょです。すごい水が
滴るぐらいここから水が出ています。これ原因何なんでしょうか。この隙間から水が出てるんですよね。中の結露なんか、もしくはコーキング外切れていて中に水が入っているのか。ちょっとこれ黒くなっているのはもうカビなんで前から漏れていたっぽいです。とりあえずですね、今もどうしようもないんでここにタオルを詰めて応急処置しておきます。もうこれ以上車内に水が入ってこないようにしておきます。中古キャンピングカーの宿命ですね。もうこの車14年前の車なんでしょうがないといえばしょうがないんですけど、やっぱり大事に乗っていたんでショックです。このリアスペースの床なんですけど、クロスの下は普通の木なんですよね。なんで水が染み込むと腐ってしまって床が抜けたりします。早めに直さないとダメですね。今すごい横殴りの雨がこのキャンピングカーに当たってます。なんで結露で濡れてるんじゃなくて雨が漏れてるっぽい感じがします。ちょっとテンション下がっちゃったんでアイロンストーブでもつけて癒されたいと思います。いただきます。いや、いいですね。癒されます。やっぱり本物の炎は違いますね。手間とコストはかかるけど冬の車中泊の楽しみの一つです。 FF ヒーター切ってもう1時間ぐらい経ったんですけど、今車内の温度は 18.9 度とかなりあったかいです。外の温度は 3.9 度でした。これやっぱりサーキュレーターいいですね。下に熱が降りるんで車内全体を温めることができます。で今しかもこのカーテン、運転席とこの後ろの仕切りのカーテンしていません。なので閉めたらもっとあったかくなりそうな気がします。やっぱりダブルは火力が違いますね。あったかいし、で料理の時も火力高いんで焼き物など様々な料理できます。なんかこのアイロンストーブって好きなんですよね。このアンティークな感じも好きだし、本物の炎っていうのも好きです。いろんな種類あるんで、またいいのあったら購入してキャンピングカーで試したいです。今日はここでこのアイロンストーブでキャンプ飯作ろうと思います。で外の雨なんですけど相変わらず降ってますが、だんだん音がですねちょっと固めの音になってきて、この車に当たる音なんですけどみぞれっぽくなってきています。で今現在のここの天気見たら大雪注意報と雷注意報、着雪注意報が出ています。もうちょっとしたらぐっと温度が下がって氷点下に入りますんで、もう確実にこれ雪になります。さあそれでは時間も遅くなってきてお腹も空いたんで晩ご飯いただきます。今日はこのちっちゃいマルチドグリル、このアイロンストーブの上に置いてキャンプ飯作ってみます。この地元の南魚沼のもやしとニンニク、卵も
この地元の卵です。で、これにお肉を加えて作ってみます。このマルチドグリルがちょっと小さくてこぼれちゃったんですけど、美味しそうにできました。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、本当にキャンプしてるような気分ですごい美味しかったです。野生動物誘引する可能性ありますんで、マックスファンはもう早めに閉じておきました。このマルチドグリル少し焦げちゃったとこありますんで、お水加えて汚れ取っておきます。はい、結構汚れ取れましたね。このマルチドグリルも結構ちっちゃいんで食洗機に入ります。そんなに汚れてないんで洗剤このぐらいにしておきます。食洗機に入れるお水はぬるめのお湯にしておいて、で消費電力を抑えておきます。そういえばリアの水漏れどうなったでしょうか。見てみます。さあ、やっぱ結構濡れてますね。濡れてます。いやー、ショックやな。このゴムのところはもう結露でびっしょりですね。ここは普通に結露で濡れています。ちょっとどうなってるんでしょうか。明日外行って見てみます。さあ、外はどんな感じでしょうか。もう雪降ってますかね。でも今ここ開けたら、もしそこクマ荒れてたら完全にやられますね。クマスプレーあるといえどもやっぱり怖いですね。これ車やからまだ折れるんですけど、キャンプだったらもう自分は絶対無理ですね。ちょっと運転席の窓少し開けて様子見てみます。さあ、どうでしょうか。ちょっと今窓開けていて、でライト照らしてるんで
うっすら明るいんですけど、本来は真っ暗です。ちょっと窓開けてみますね。かなり降ってますね。この道の駅はもうやっぱり誰もいません。巻いてないですよね。ちょっとライトつけてみます。結構降ってますね。これはかなり積もりそうです。これは山の中で、強風とか吹いたら結構視界が悪くなりそうなぐらいの量の雪が降っています。ちょっと風が強くなってきましたね。ここの道の駅ね、すごい風がきついんですよね。もう横殴りの雪です。ちょっと閉めて中で温まります。ここね、バンクベッドの窓なんですけど、見てください。ポールがですね、バンクベッドの高さと一緒ぐらい、ちょっと高いぐらい高さあります。ここまで雪が積もる可能性があるんですかね。すごいところです。ちょっと肌寒くなってきました。現在の車内の温度は 16.8 度で、外気温はちょうど氷点下0度になりました。乾燥もしなくてじんわりあったかいんで結構使えますね。ただこれ以上寒くなってくると、もうちょっと上着を着込みたいかなという感じになってきました。一旦車内エアヒーターつけてしっかり温めます。今からテレビ見てネット見てゆっくりしようかなと思ってたんですけど、ここ電波がほとんどつながりません。なので見れません。ではもう一旦ベッド展開してパジャマに着替えて歯磨きしてゆっくり過ごします。ふかふかですごい気持ちいいです。この下も二重にしてるんで、もうかなり柔らかいです。この揺らぐ炎を見ていたらすごい熟睡できそうです。なんかもう眠くなってきました。やっぱり忘れてました。ちょっとまだ開けてました。閉めておきます。ここの道の駅に到着した時は雰囲気が独特でちょっと怖かったんで、もう帰ろうかなと思ったんですけど、今は全然怖くないです。やっぱりキャンピングカーってすごいですね。外はどんな場所であっても中は安心快適です。またこのギャップがいいですよね。極寒の雪の中、あったかい飲み物飲んでゆっくり過ごす贅沢な遊びだと思います。さあ、忘れないうちに火消しときます。はい、しっかり火が消えたのを確認しました。意外と火が消えにくいんで、もう最後フーって吹いちゃいました。これで完全に消えています。
お、結構まだ雪降っています。風もありますね。ここの池すごい神秘的ですよね。周りは白く覆われていて綺麗なんですけど、人を寄せ付けない、そんな感じがします。結構車も吹いていました。安心します。結構硬いですね。湿った雪です。スノーワイパーのおかげで凍っていません。外は結構温度下がっていたんで、もうこれ凍っています。施設の方ちょっと見てみます。トイレもすごい綺麗でした。この雲すごい大きい雲いてるんですけどね、もうこのまま凍って死んでいます。ここにも書いていますね。熊出没注意。最近この付近で熊目撃されました。ここにも書いてますね。この家周辺でも注意が必要ですと書いてます。お店今日営業されるみたいなんで後で来てみます。昨日も来るときほんと怖かったんですけど、やっぱり朝雪景色はすごい綺麗ですよね。熊の怖さもあるんですけど、日が昇ると熊おったら見えるんで、その辺は夜に比べるとまだマシです。秘境好きのおっさんとしてはかなり熊問題は痛いです。キャンプされてる方はどうされてるんでしょうか。車中泊よりもっと深刻な気がします。もう手がかじかんできました。では車内であったかいコーヒーいただきます。いただきます。エアコンヒーターのおかげで車内はかなり暖かくなっています。車内はもう20度です。で、湿度なんですけど、なんと 40% とかなり低いです。この加湿器、そんなに水は減ってないように思います。ちょっと減ったぐらいですね。こっち側の送風口の付近もそうですね、ちょっと減ったぐらいですね。やはりこのタイプはかなり弱いみたいですね。その分エコなんでかなりいいんですが、もっと増やさないといけないかもしれません。車内はもうかなり温まったんで、乾燥の元のエアヒーター1回切ってアイロンストーブのみで運用してみます。ここでお味噌汁作って、昨日道の駅で八海山の酒粕を使用した鮭も買いましたんで、こちらも焼いていきます。で、ご飯なんですけど、もうこちらもお手軽にレトルトの魚の正コシヒカリありましたんで、こちら温めてみます。こんがり焼けましたね。それではいただきます。まずは鮭とですね、ご飯一緒にいただきます。これめちゃくちゃ美味しいです。酒粕が焼くことによって甘みも増して旨味が倍増しています。なんか酒粕のお酒感が完全に飛んで旨味だけ残っているんで、ご飯何杯あっても足りませんね。このグリルプレートで焼くとすごい香ばしく焼けますね。表面がカリッとしていて中はふっくら、焦げ付きも少ないです。
ごちそうさまでした。酒粕ってこんなに美味しいんですね。で車内が 18.1 度とまあまあ温度をキープしてくれてます。で湿度もさっき 40% だったのが FF ヒーター切ったんで 47% まで上がっています。で外気温も約1度2度と寒いので、その中でもこんだけ暖かさをキープしてくれるんだったら冬の車中泊の暖房としても優秀ですね。乾燥もしないですし。ただ芯が2本あるアイロンストーブってあんまり売ってないんですよね。これも去年かそのぐらいに買ってもう今は廃盤になってるやつです。かなりアイテムとして面白いんで、趣味性だけではなくてこういった実用性もブラッシュアップした商品出てくれば嬉しいですね。あとはこのパラフィンオイルの値段ですね。結構高いんですよね。これ2リッターで約2000円です。で、1回でだいたい 500ml とか使うんで、他の暖房に比べるとやっぱりコストはかかりますね。それでは片付けていきます。で、また食洗機くんのお世話になります。さあ、この加湿器なんですけど、どうしましょう。水が結構残ってます。出しておきましょうか。走った時にこぼれたら嫌なんで。ちょっと乾かしておきます。さあ、そして見たくないリアの水漏れ、ちょっとチェックしておきます。どうでしょうか。あれ、そんなに湿って、軽く湿ってる感じですね。もしかしてやっぱり雪だったらそんなに湿れないんで、雨ですね。でしかも横殴りの雨だったら結構湿ってたような気がします。ということは毎回水が入ってくるんじゃなくて、雨の状況によるみたいですね。上からは入ってこないっぽい気がします。出発前に軽く見ておきます。はい、元通りになりました。で、今からなんですけどね、この辺結構秘境で面白いんで、ちょっと回りたいと思います。で、近くにですね、只見線というもう知る人ぞ知る豪雪地帯を走る線路があります。で、その近くに温泉などもあるようなんで入ってきます。どんな集落なんでしょうか。楽しみです。後ろ見てみます。ちょっと後ろ雪が積もっていていけないんで前出します。うわ、結露でびっしょりです。少しエンジンかけて暖気運転してデフロスターつけてちょっと様子見ます。で、取れなかったらもう吹きます。さあ、エンジンつける瞬間、いつもこれ緊張するんですよね。まずはグローでディーゼルエンジン温めていきます。いけました。この前にですね、積もった分の雪がもう凍っちゃって、先からどんどん前に落ちて視界危ないんで落としておきます。で、後ろなんですけど、この辺なんですよね、水も出たの。ただ全然わかりません。そんなに隙間がないように見えます。このラインですよね。こっち側がちょっと隙間あるんで見たんですけど、ちゃんとコーキングで埋まっているような感じです。でもここちょっとこのリアのサイドっていうんですかね、コーキングがずっとあって、ここがなんか切れてる感じがしますね。ここに雨が入ってきたんですかね。あとはちょっと怪しいのがここなんですけど、ここがね一番水の漏れていたところの裏なんで、なんかネジあるんで外して見れそうな気もしますが、ちょっと今旅中なんでなんか潰れてしまったら大変なんで、ガレージ帰ってから調べます。道の駅も空いてるようなんで、ちょっと食材探してきます。かなり綺麗な道の駅です。で、この先ですね、国道252号線は冬季通行止めにより福島県には行くことができません。この先峠越えたら福島県なんですけど、そこの道はもう行けないようです。はい、美味しそうなホットコーヒー売ってました。で、現地のお菓子ですね、ウーロンさんのお米を使ったドーナツも美味しそうだったんで買いました。で、店員さんにですね、熊情報を聞いていました。本当にこの辺出ますかって聞いたら、どうやらですね、この池あるじゃないですか、そこの向こうですね、反対側に10頭ほど生息しているそうです。
学ぶるですね。でこっち側の道路の方にはそんなに頻繁には出てこないようなんですが、出てくる可能性はありますよね。もちろん今から行こうと思ってる集落はそこの山の裏らへんなんですよね。結構怖くなってきました。山の奥深いところはもちろんなんですけど、その山の入り口らへんの集落でも熊の生息域と隣接しているようなんで、本当に深刻な問題ですね。はい、結露がだいぶマシになってきましたが、まだ結構残ってます。もうこれで拭き取ります。結局これが一番早いんですよね。完璧に取れなくてもある程度取れればすぐに乾きます。ありがとうございました。また来ます。うわ、この辺もすごい綺麗な道ですね。この湖の横を走っています。最高です。これが只見線の線路です。雪見風呂はなんて気持ちいいんでしょうか。中なんですけど、露天風呂内湯一つずつですが、とても綺麗な温泉でした。自分帰る時にメガネなくしてしまって脱衣所で探してたんですよね。そしたら横のおっちゃんが一緒に探してくれました。多分地元の方だと思いますが、すごい親切で人の温かみを感じました。多分この辺の地域の方はそういった方が多いんだと思います。それではここを離れてまた違う場所に行くんですけど、道路に融雪剤塩化カルシウム結構巻かれていまして、でそれを巻き上げて結構車汚れました。でリアのカメラなんですけど、そこも結構今見えにくくなっています。なので軽くシャーって洗車します。すぐ近く向こうの方に広い駐車場あって、で誰もいてないんで、そこの端っこで軽く洗います。はい、じゃあまずクマいてないのを周辺確認してから大丈夫そうですね。ケルヒャのこのモバイル高圧洗浄機使います。で汁のここですね、ここにコックがあって、ここをひねると清水タンクが排水できます。こんな感じで出ます。でこの水をちょっと利用します。でそしてあとは電源を押して、このレバーをひねると高圧洗浄のお水が出ます。さあちょっとカメラ洗っておきます。でこのタイヤハウスとかタイヤは今回洗わないんですけど、この中もですね塩カルがもうたくさんついています。このリーフスプリングにもすごい白についてますよね。これ塩カルです。こうやって洗うと取れます。であとはこのシャシーとかですね、この辺とかもついてサビの原因になります。下回りのしっかりとした洗浄はいつもガレージに戻ってからやっています。高圧洗浄機で専用の機械ありますんで、それでシャーって洗っています。これをしないとね結構すぐ錆びちゃうんで、いつもやってるんですけど、で下回り洗浄はいろんなものを試しました。で今現在ですねいいのが揃えましたんで、ガレージに戻ってから詳しく機材とか紹介したいと思います。で実際の洗浄の仕方もやってみます。それでは次のポイント行く前にですね、
今回南魚沼と魚沼市おとついと昨日泊まってみて感じたことなんですけど、ここのカーテンこれいらないかもしれません。というのもですね、やっぱりこの運転席周りからの冷気がすごいんですけど、カーテンじゃやっぱりどうしてもこの辺隙間があるんですよね。で冷気が入ってきます。ぴったり埋めれればいいんですけど、どうしてもカーテンレールなんで隙間はあります。でそこから冷気が入ってきます。もうベストはここに板みたいな感じで閉めるのがベストだなと思いました。無理ならもうカーテンとかでもいいんですけど、完全にもう隙間のないカーテンですね。ここにやるべきだなと思いました。できれば車の分厚い断熱シェードのような厚みのあるカーテンのようなものがいいかなと思いました。で目隠しで使う分にはここにもうフロントガラスやサイドウィンドウ用のカーテン今設置してますんで、そちら使えばいいかなと思いました。なのでここはねちょっと中途半端なカーテンだなと思いました。純正のカーテンがあるんですよね。ちょっと柄が何ですかね、レトロな感じはするんですけど、ここにホックで留めます。で反対側もホックで留めます。で結構ピーンって貼ります。で下もある程度こんな感じで隙間なくカーテンができます。でここの上が完全に開いちゃうんで、もうこのバンクベッドをずらして隙間を埋めて、あとはこの布ですよね。前夏の時にクーラー対策でこんな感じでちょっと作ってました。こんな感じでやれば結構隙間はなくなります。冬場の本当に寒いところはこういったカーテンの方が全然いいかなと思いました。ただこのカーテンは薄いんで、もうちょっと断熱が欲しいかなと思います。あとセッティングがちょっとねめんどくさいかなというのがありますんで、カーテンのようにシャーってできたらいいんですけどね。今のカーテンでも問題ないといえば問題ないんですけど、今日の朝外気温マイナス3度で、車内が3度だったんで、結構外と変わんないぐらい下がっていたんで、キャブコンのメリット、断熱性をあまり活かしてなかったなと思いました。なのでここの断熱対策はしっかりしたいなと思います。多分ここしっかり空気が入らないように密閉しておけば、フロントガラスやサイドウィンドウの結露もないと思います。で次ここのベッドの問題なんですけど、自分いつも布団と毛布、電気毛布とかで寝ていたんで、結構セッティングがめんどくさかったんですよね。夏場だったら薄いシュラフ1枚とかでいいんで簡単だったんですけど、冬場は大変だなと思いました。なのでこのリアベッドを取っていたんですけど、この2段目ですね、こちら復活させようかなと思ってました。ですが今回この大きいシュラフで寝てみて思ったんですけど、そんなに手間じゃないなと思いました。もうこれ下ろして広げて寝るだけなんで、布団よりこっちの方が合ってるなと思いました。狭いマミー型の寝袋なら結構窮屈なんで、このキャブコンで寝るメリットがないなと思ったんですけど、こういった大きいタイプだったら布団に近い感覚で眠れるんでありだなと思いました。でも布団を引きっぱなしでいけるリアベッドも捨てがたいんで、ちょっとこちらもいつか復活させたいと思います。はい、それでは再出発します。いやーすごかったです。急遽予定変更して旅中断しました。山降りて雪の降っていない海側の新潟県上越市まで戻ってきました。今は高速乗ってすぐの大型パーキングエリアにいます。今深夜の1時半です。このまま高速道路乗って富山県のガレージに帰ります。一度体勢立て直して、キャンピングカーも今回の反省を生かして DIY してリベンジします。まだちょっと元気ありますんで、行けるとこまで行って眠たくなったらパーキングエリアで仮眠しながら富山県へ向かいます。はい、結局パーキングエリア車中泊して朝到着しました。
いつも行っている簡単な足回り洗車していきます。実は今この巨大なカーポートキャンピングカー専用に作っています。前はこのガレージの前作業してる時天井やれなかったんで、もう雨降ったら作業できませんでした。まだ完全に完成してなくて、こんな感じで塗装とかも終わってないんですけど、かなり大きいこの鉄骨のカーポートを今作っています。この車庫の前ですね、ずらーっとこっち側に来て、でこう L 字になってこっち側も続いています。これで雨の日洗車もできるし、屋根のメンテもできます。もうキャンピングカー用に建てました。こちらの方はまた完成したら別で動画作ろうと思います。それでは足回り洗浄していくんですけど、今までいろんな足回り洗浄を試しました。で自分で DIY して作ったりしました。この散水器ですね、これ水ビャーって入れて足回り洗浄できるんですけど、こういったものとかこういったノズルですね、これを複数組み合わせたりして作ったりしました。これはここに水道ホース突っ込んだらこの3つに分岐されて、もう面積多く洗えるような足回り洗浄です。いろんなものを使ったんですけど、一番これがね良かったんで、去年からもこれをずっと使い続けています。これは高圧洗浄機用の下回り洗浄なんですけど、こんな感じでタイヤがついていて、いくつかノズルがあって、もう面積が広くすぐに洗い終わります。でこんな感じでパイプを延長しています。これに自分はこの高圧洗浄機ケルヒャーをもう5年ぐらいずっと使っています。これを挿して使用する感じになります。ただこのケルヒャーがセッティング結構めんどくさいんですよね。やっぱり水道の蛇口ひねってすぐにジャーって洗浄できるのが理想なんですけど、高圧洗浄機の洗浄力、そして面積、掃除の速さですね、これは足回り洗浄にはかなり有効です。もっと簡単に使えないかなと試行錯誤している時に見つかりました。このケルヒャー専用のこのホースなんですけど、これね結構高くて、これだけで2万円ぐらいするんですけど、もうこれ大体ですね2年ぐらい悩んでもう買いました。するともうすごい楽になりました。ケルヒャー持ってる方ならわかると思うんですけど、この純正のホースちょっともう自分はもう捨てちゃったんですけど、すごく硬くてもうよじれて全然言うこと聞いてくれないんですけど、これホース屋さんというところからケルヒャー専用のこのホース買ったんですけど、もう全然ねじれなくてこんな感じで柔らかいんですよね。もう取り回しがすごい楽になりました。で撤収する時もこちらを回すだけです。これにワンタッチカプラーをつけました。でこれも縫製屋さんで買ったんですけど、ケルヒャー持ってる方ならここがねすごく硬くてイライラすると思うんですけど、すごい簡単になります。ここのジョイントっていうんですかね、プラグを押すだけでこれでもういけます。めっちゃ簡単ですよね。で取るときはこれを後ろに引っ張って簡単に取れます。これがすごい楽になりました。で反対側のこのショットガンですね、こっち側もこれで簡単に接続できます。で外す時もこれで簡単です。でここ回りますんで、こんな感じでねじれても引っ張っていくとこう回っていってまっすぐなるんですよね。これでホースのストレスなくすぐにセッティングできるようになりました。あとは水道ホースをケルヒャーに接続して電源つないでショットガンにノズルをつけたら完成です。でまずは足回り洗浄しますんで、このノズルを取り外してこっち側に付け替えます。レバーを握れば出ます。これであとはコロコロしながら車体下を洗浄していきます。で絵がすごい長いんで向こうまで行きます。じゃあ一回やってみます。これ結構楽しいんですよね。いきます。はい、結構ねノズルが長くて面積も広いんですぐに終わります。はい、これでノズルを付け替えて、あとタイヤ周りだけ軽く洗浄しておきます。はい、これで塩化カルシウム使用ですね。車体下についたものだいたい流しました。雪道走行した後はできるだけ洗い流して錆を防ぎ長く乗れるようにしていきます。
はい、そしてこのキャンピングカーのリアの水漏れの件なんですけど、大変なことになっていました。このリアのテールランプ、このベニヤ外すと見えました。で、ここのですね、下ら辺がもう完全に濡れていました。ここを、この床めくると、もうね、これわかりますかね、濡れてるんですよね。ここが完全に木が湿っています。でも硬さはねまだあります。でこれが反対側なんですけど、こっち側もこんな感じでもう湿気ています。ちょっと黒くなってますね。カビっぽい感じです。でまずこのテールランプのパッキンですね、ここから水漏れしたんかなと思って見たんですけど、特にこの辺とか水漏れはありません。ただ下はちょっとなんか茶色くなってる部分があるんで、この辺水浸入してたんかなという感じはします。でここはねそんなに柔らかくなってないんで、カビてるとこはもう一旦カッターで切ってみました。この床の上をめくるとこんな感じで、ここもねもう完全に濡れてます。もう触っても湿気てるのが分かります。でこの辺ぐらいから濡れてない感じですね。この辺も完全に濡れています。でこっち側もカットしていました。やっぱ濡れてますよね。この辺濡れていって、でこの辺ぐらいからやっぱりまた濡れてない感じですね。こっち側もめくるとやっぱりこの辺濡れていて、でこの辺ぐらいから濡れてません。なので一番後ろの方は木が全体濡れていて、このぐらいからもう濡れてない感じになります。いやこれはかなりショックですね。ちょっと大事に乗っていたんでショックが大きいです。いろいろネットで調べました。そうするとこのキャブコンって結構あるあるみたいですね。バンテクだけかちょっとわかんないんですけど、もうこれオーナーからしたら本当になしなしですよね。まず乾かすの大事みたいなので、今日一晩 FF ヒーターつけて、でサーキュレーターなどでこっち側にも風を送って、この辺もう全体的にテールランプもこのベニヤ開けといて乾かします。で下潜ったりして見ていたんですけど、どうやら原因はですね、ここのテールランプ下ここですね、結構隙間があってね、コーキングも切れてる箇所があります。こっから侵入したアップです。横殴りの雨の時とかに侵入する感じになります。なので今日一晩は中の木乾かして、で明日ちょっと掃除してからここコーキングしておきます。はい、FF ヒーターで一晩乾燥させました。結構乾燥してますね。もう触った感じ全く濡れていないです。あ、ここはちょっとまだ湿っていますね。この辺はもう乾燥しています。はい、このテールランプの下のところもですね、ほとんど乾いています。ただこのめくってないところは濡れてそうな気もしますんで、もうしばらくこの状態で放置しておきます。今からコーキングするんですけど、しばらく乗ってみて、雨の日とかも乗ってみて、また濡れてないかチェックできるようにもこれ剥がしたままでしばらく様子見ます。ホームセンターでいろいろ買ってきました。で今回はチャット GPT に聞いたら、なんかこの変成シリコンがいいみたいなんで、こちらでやっていきます。でもう一個さらに耐久性があるやつもあったんですけど、 Amazon や楽天などネットでしか買えないようなんで、今日はこれでやっていきます。古いコーキングはこのカッターナイフやヘラで切って、今シリコンオフしました。こちらですね。でここがね一番侵入経路っぽいんで塗っていくんですけど、この白いモールのところ、これなんとか外れました。で外れるとここネジがバーって打ってあって、でこれもねシーリングされてますんで、この上から塗っていきます。でこの白いモールの上ですね、ここもね軽くシーリングされていました。でこっち側がサイドなんですけど、でこの白いモールもずっと前の方まであります。でせっかくなんでもうこれバーって塗っちゃいます。はい、完成しました。こちら側がリアです。このテールランプとバンパーの間ですね、ここを塗っていきます。で白いモールの上はこんな感じでマスキングしました。このビスもコーキングしていきます。でここぐるっと回って、でサイドですね、ここもビャーって塗っていきます。じゃあビスはこの白のコーキングで塗っていきます。結構粘り気のあるコーキングです。これで指で鳴らしていきます。はい、じゃあ次はこのライトグレーでここの間打っていきます。結構ね奥深いんで多めに打って、こうやって押し込んで中も密着させていきます。大量に打っていきます。もりもりに塗れました。もうかなり奥まで入っています。でこっち側もはみ出るぐらい塗りました。はい、じゃあヘラで仕上げます。サイドはこんな感じです。
でここから白いコーキングに変えて、ここのモールの上も塗っていきます。はみ出た分は拭きました。こんな感じになりました。ここの表面以外にこの中ですね、これ下潜ったとこなんですけど、ここのちょっとグレーのコーキング見えると思うんですけど、ここがね木の板なんです。なんでちょっと見えにくいんですけど、この木のサイドの方から水が侵入していた可能性が大きいです。木のサイドをヘラで厚めにコーキングしておきました。この施工で良かったんでしょうか。一度バンテック露木さんにこの動画見てもらってアドバイスもらおうと思います。気になるのがこのリアのテールランプなんですけど、よく見るとこの真ん中のとこだけですね、結露してるんですよね。他は大丈夫なんですけど、このライトだけ結露しています。水抜けてくれたらいいんですけどね。一旦これで乾かせて、雨の日中の木濡れてないかチェックしてみます。もしかしたら今回施工した場所ではなくて他の場所の可能性もあります。もうあらゆるところにコーキングされてます。この窓もそうなんですけど、こういったこれサイクルキャリアがあったんですけど、ここも金具コーキングです。この辺とかもちょっと怪しいですよね。やっぱり中古14年前の車なのでコーキング劣化しますね。安く買えた分こういったことが起きます。中古キャンピングカーのリアルですね。とりあえずこれでまだまだ乗れますんで、またこれからもいろんな場所冒険行ってきます。